こんにちは、テリーです。こんばんは、ゆっくりです。ご視聴ありがとうございます。ありがとね。さて前回はダイヤ3000個まであと少しのところで地上に這い上がってきました。そして地図3枚目の調査中にメガタイガとジャングルを見つけ、あと少しで冒険の時間実績解除、というところまで来てしまいました。先が思いやられるわね。さて、では改めてバイオーム探索再開です。バイオームはもはや発見済の方が多いので、ここからは印を変えて未発見バイオームを目立たせます。丸と星がまだ見つけてないバイオームで、点が発見済です。きついのばかり残ったわね。まあでも、メサとキノコを見つけてしまっても構わないですよね。死にたいなら止めないわよ。さて地図4枚目に入りましたが、まずは3枚目から繋がっているメガタイガとジャングルを埋めていきます。全バイオームコンプが目標なので、レアバイオームの突然変異は機会あるごとにくまなく探します。で、20分ほどで地図南端のジャングルを埋めましたが、やはり甘くないです。この狭さではね。ちなみに私は過去のプレイでもジャングルの突然変異は見つけたことがなくて、本当にあるのか未だに半信半疑です。一方メガタイガの突然変異は過去に見つけているので楽観視してたりします。楽観視と落下視は相性良さそうよね。まずいので、楽観的と言い換えることにします。あやや行き止まり。慣れてないけど水で降りた方が早そうです。水引くの早。ヒヤッとしました。さて、メガタイガを埋め尽くしましたが、結局メガタイガ M は見つからずじまいでした。ちょっと気がかりなのは金の人参で、60個持ってきていたのに早くも41個に減りました。もう3分の1食べちゃったのね。さて、気を取り直して地図の北コースを東に直進しようと船出したところで、やたら海岸から離れたところに牛がプカプカしています。マイクラでは牛も海の幸だったのね。まあ金の牛じゃないので食べないですけど。それから6分して、今度はプカプカしている羊を見つけました。2度目ともなると、何かマイクラに異変が生じていないか心配になります。多分テリーが見てないところではすばしっこいのよ。さてそれから何事もなく地図4枚目北コースを終えて、何事もなく地図5枚目の北コースを終えて、地図6枚目の北コース中ほどで、突然変異バイオームを見つけました。目の前のが白樺 M だったら新たなバイオーム踏破です。残念、踏破済の丘陵 M でした。で、間もなく東の折り返し地点に到達するところです。やっぱりそのうち落下死するんじゃないの？さすがに私も、ちょっと気を引き締め直さないと危ないと感じ始めました。さて、探索予定の東端に到着です。待機していた北コースの係員に指示を仰いでから南コースに移動します。どうでもいいけど、これはもうメサが出ないわね。まあ地図6枚目で見つかるとは思いませんでした。さてでは出発、と思いきや、まさかです。これでキノコ島も出なくなったわね。どう見ても幻の桃色羊が2頭ですよね。昔のバージョンで、同じ組み合わせの色の群れが方々にスポーンしていることがありましたけど、マイナーバージョンアップで昔の仕様に戻ったのでしょうか。でも、近くの羊の群れはやっぱり色の組み合わせが異なるんですよ。つまり、スポーン確率 0.164% をすぐ近くで引き当てたということかしら。その後2分ほど南に進んだところで、またいました。これでジャングルも出なくなったわよ。ジャングルならつい先ほど歩き回ったばかりです。さらに2分ほど進んだところで、4頭目です。この分だと全てのバイオームが出なくなるわよ。ちょっとその光景を想像できないです。まあともかく、もうほぼ間違いないですね。
いつの間にか幻の桃色羊バイオームが復活したようです。さて、南コースのスタート地点に着きました。ここから西に直進していきます。そして6枚目の南コースが終わり、5枚目の南コースも終わり、4枚目の中ほどまで来て、この先は地図を埋めた跡が多く、もはや新バイオーム発見は難しそうです。前回のジャングル発見以降は何ら成果が得られなかったわね。もう何でもいいので成果が欲しいです。となると、やっぱりこれでしょうか。溶岩たまりに身を投げるのね。違います。黒曜石集めて、今までやる気が湧かなかった採掘速度実験でもやろうかなと。黒曜石なら地下で採取すればいいでしょうに。案外地下では集めにくいんですよ。溶岩池は浅くて取りやすいんです。というわけで、ここの1箇所で82個採取できました。100個必要だったわね。予備を含めて2スタック集める予定です。さて溶岩から先に3分進んだところで、やっと来た。巨大トンネルです。そういえば最近トンネルくぐったシーンがなかったわね。私も随分大人になって、大掛かりなトンネル以外はカットしてます。で、そういえば50メートルスナイパーの実績解除がまだだったんですよね。距離足りてるかしら。調子悪いので、今回は勘弁してやることにしました。むしろ勘弁してくださいでしょうに。その後溶岩の池を見つけて黒曜石を採取中に、羊の命を救ったような気分になりました。溶岩のままだったら降りてこなかったんじゃないの？で、南コースの地図3枚目に戻ってきたところで、めったに見かけることのない、峡谷底に生えている木を見つけました。いつか地下から掘り当てて苗ゲットとしたいところで、垂涎ものなんです。苔石も峡谷底に生成されるのね。スポナーにもあるので地下では希少性乏しいですけどね。宙に浮かぶ花がありました。ぜひ持ち帰りたいところですが、確かこれ素手で壊しても消えてしまうんです。落ちてくるのを待ったら取れるのでしょうか。でも待つのは苦手でしょ。待っている間にデバッグモード解除してみました。ごちゃごちゃ見苦しいものね。で、少ししてひらめきました。下に土を積んでしまえば空中花が地上花になるんじゃないでしょうか。嘘。結局消えちゃったじゃないの。いやでも、土に触れると消えるとか、植物としてのプライドはないのでしょうか。さて地図3枚目もこれで終わりです。お隣の地図は1枚目で、もはや未探索エリアはありません。結局今回、桃色羊を見に行くだけの遠足になっちゃったわね。でも、後拠点に戻るだけと思っていたら、こんなところでまさかの白樺 M 踏破です。見落としてたのね。地図を埋める時に通ったルートのちょうど合間にあったようです。しかもそのすぐ近くで、花の森林まで見つけてしまいました。もう少し幅狭めてしっかり地図埋めた方が良かったんじゃないの？それやると下手すると探索時間が倍増するんです。多少の見逃しは仕方がありません。さて遠征もようやく終了です。早速採掘速度実験にかかります。まあその前に、試しに地図を飾ってみました。どこに飾っているのよ。ビーコンピラミッドを有効活用しました。それにしても、メガタイガはやはり広いです。ポツポツしているところがポドゾルの色のようね。ジャングルはまだまだ南に広がっているようで、その東の海は、キノコ島がありそうなくらい広いです。さてあと、さりげなくネザーゲートの花を増やして、そして黒曜石での採掘速度実験の準備をしているところで、キリが良いので今回はここまでです。これはとことん時間かかりそうね。
ダイヤが1ラージチェストになる日も近いので、そろそろ二山のピラミッドを解体する予定なんです。なので解体前に実験しておきたかった次第です。さて次回ですが、この実験をある程度進めて、あと西の9枚目まで探索を行う予定です。では、次回も頑張っていきます。それではまたね。バイバイ。